こんにちは、空手家小です。今回お伝えするのは試合当日のウォーミングアップについてですが、試合の準備段階であるウォーミングアップは試合の一部であり、勝敗に大きく関わるもので、もし失敗すれば試合までに積み上げてきた稽古は無駄になってしまう可能性を持っている大切な部分でもあります。ちなみに皆さんは試合当日はどのようなウォーミングアップを行っていますか？またそのウォーミングアップを行う目的や明確な理由を説明できますか？ウォーミングアップは競技や目的によって変えなければいけないにもかかわらず、案外なんとなくみんながこんな感じでやっているからという理由でやっている人も少なくありません。そこで今回は僕が現役の頃に行っていた試合当日のウォーミングアップとなぜそうしていたのかといった具体的な理由や根拠をお伝えしていこうと思います。今回の動画を見ていただくことで具体的なウォーミングアップはもちろん、ウォーミングアップメニューはどうやって作ればよいのか、トーナメントで優勝するためにはどんなウォーミングアップを意識する必要があるのかといった最も大切な基礎部分を知っていただければ幸いです。このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇した高傑の過去の試合動画や誰でもすぐに再現可能な技術解説など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。今回お伝えするのはこちら。1つ目、ウォーミングアップの注意点。2つ目、ウォーミングアップの目的と考え方。3つ目、ウォーミングアップメニューの作成のために必要な情報、見えないスタミナの数値化。4つ目、試合当日のウォーミングアップ。5つ目、試合に向けて励む選手に気をつけてもらいたいこと。以上になります。では早速1つ目のウォーミングアップの注意点ですが、最近は情報も広がって常識となってきていますので、知っている方は聞き流していただければと思いますが、ウォーミングアップでストレッチを行う際、反動をつけずにゆっくりとギューッと筋肉を伸ばし一定時間を保持する開脚などで行われている静的ストレッチは、試合前は絶対に NG です。未だにウォーミングアップといえばストレッチで開脚といった勘違いをしたまま、試合前の選手が時間をかけて開脚をしているのを会場で見かけたりするのですが、運動前に長い時間をかけて静的ストレッチを行えば、出力される筋力や体の連動性など様々な能力を低下させるデメリットがあることが分かっているので、試合前には絶対に行わないでください。今回は詳しくは述べませんが、静的ストレッチに関しては日頃の関節の可動域の向上の目的やクールダウンで行えばメリットがある種目になります。なので試合当日にウォーミングアップとして行う場合は、少し体を温めた後に動的ストレッチと言われる反動をつけたり、動作の中でリズミカルに筋肉を伸ばすストレッチを行ってください。空手であれば前蹴上げや横蹴上げといったものが開脚の動的ストレッチにあたります。では次に2つ目、ウォーミングアップの目的と考え方についてです。先ほども述べましたが、ウォーミングアップはあくまで競技における目的を達成しやすくするための手段なので、選手の目標や試合数によってやり方が変わってきます。例えばワンバッチの方やトーナメントであっても、この1試合さえ勝てればいいという方は1つの試合に集中すればいいので、試合の時に自分が一番動ける状態に持っていくことが目的達成には一番大切なことになるため、試合前にある程度の汗をかき、試合開始直後から最大の力が発揮できる状態にしておく必要があります。ですがトーナメント優勝を目的としている人がこれをやってしまうと優勝が遠ざかります。なぜなら優勝が目的の人は決勝の舞台に立った時に自分の最大の力を発揮できる状態に持っていくことが目的達成に一番大切なことなので、決勝までに4試合5試合とある場合、ウォーミングアップで何度も息を上げてしまうことは疲労蓄積する行為になり、決勝で最大の力を発揮するという目的から照らし合わせた場合は、初戦から完全な状態に持っていくアップは逆効果になってしまうんです。なのでまずは自分の目標は何なのか、そのために必要なことは何なのかを明確にしてからメニュー作りやウォーミングアップに取り組むようにしてください。そして3つ目、ウォーミングアップメニューの作成のために必要な情報ですが、今からご紹介するのは僕が現役時代に大切にしていたことで、目的に合わせたメニューを作成する際にも非常に役立った見えないスタミナの数値化です。以前こちらの動画では心拍数という目に見える数値でスタミナを管理することで簡単にスタミナを向上させる方法などをご紹介しましたが、今回お伝えするのは僕が大切にしていた目に見えないスタミナの数値化の一つで、もちろん心拍数をつけていない方でも活かしていただくことは可能ですが、心拍数と掛け合わせることで飛躍的な効果を発揮するウォーミングアップメニューの作り方&スタミナ管理術になりますので、今回の動画を見て心拍数のことが気になった方はぜひこちらの動画も一度見てみてください。
ではまず最初に心拍数の概念は入れずに見えないスタミナの数値化からお伝えします。ちなみに人は目に見えないものや実際の量が想像できないものはうまく配分したり管理することができません。例えば中身の量がわからないこの真っ黒のペットボトルの中に水が入っていたとします。この水をこの3つのコップに均等に分けてくださいと言われても、そもそもこちらのペットボトルにどれだけの水が入っているのかわからない状態では、これうまく3つ均等に分けることはできないのと同じです。でもこちらのペットボトルの中に入っている水の量が分かっていれば、こちらに例えば1つここに注いだ時点で、これだけ注いだから残りはあと多分このくらいだろうっていう想像ができるので、振り分けて均等に入れていくことが可能になります。これ試合だとこれが本戦、延長、再延長みたいな感覚で、これが自分のスタミナという感覚で見てもらえば分かると思うんですが、これ自分のスタミナの量を把握していれば、本戦、延長、再延長でどのくらいの水を使うかっていうのは自分が分かって、振り分けることが可能なんですが、この中に入っている水が分かっていないとこれ振り分けることが難しくて、自分のスタミナの量を把握していないがゆえに、試合中にこの割り振りがうまくできずにスタミナ切れをする選手も少なくないんです。そのため僕が行っていたのが、自分の能力を発揮するためのスタミナの残りを対戦ゲームのヒットポイントのような形でイメージして捉えることです。ちょっと古い僕らの世代だとストリートファイター2とか、鉄拳といったああいう対戦ゲームの、ヒットポイントを想像してもらうと分かりやすいかなと思います。例えば朝起きて万全の体調の状態が HP100、この上の状態、立っているのも困難な疲労困憊の状態がこの0の状態だとしたら、この100の状態を1日のうちにどういう風に使っていくのかといった感じで、日頃から練習の時に今の運動度だと使ったのは感覚的に30ポイントだなといった感じで、自分の運動量に対してどのぐらい使用するのかというのを数値化していきます。さらに例えば今この70の状態だったとしたら、休息とともにこれが徐々にギュ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 ーと増えていって、この100の状態に戻るのに何分かかるのかというのもデータとして取っておきます。例えばですが30を使うとだいたい20分くらい回復するのにかかるんだなといった感じで、回復するまでの時間も感覚と数字を合わせた状態で自分の中に落とし込んでいきます。こうしていくことで試合当日も朝のウォーミングアップで5ポイント使って5分で回復して初戦に備えようとか、第1試合の相手は使用ポイント20以内で勝つことで次の戦いに備えようといったことができるようになります。今回の動画は本当に勝ちたい、勝たせてあげたいという方向けの動画となっており、強くなる意識が低い方が見逃すには向かない動画となっております。ここから先をご覧いただく場合は、よーし強くなるぞと気持ちを入れてからご覧ください。そしてこれに心拍数を掛け合わせると自分の管理が驚くほど楽になるので、これから試合で勝ちたいって方はぜひ参考にしてみてください。心拍数は年齢や人によって差があるため、数字はあくまで参考ですが、実際に僕が追い込みの稽古の時に取っていた具体的な数値データを簡単にお伝えすると、2分間のミットの中で徐々に心拍を上げていき、ミット中の最大心拍を165までにして行うと体感的に使う HP は20ぐらいで、10分も休憩すればほとんど完全回復できるといったことや、最大心拍が185を超える運動量まで持っていくと HP を90以上使ってしまい、精神的にも肉体的にも通常の状態に戻るためには少なくとも30分以上の時間を要し、1回でもそこまで上げてしまうとどれだけ休憩を入れても当日は80台まで戻れることはなく、心拍数180を超える回数が1日のうち増えれば回復できる上限はさらに下がるといった形で、心拍数と残る HP、 回復までにかかる時間、回復できる HP を把握しておくようにすることです。こういった具体的な数値のデータを取っておくことで、ウォーミングアップの時間や上限の心拍数を簡単に割り出すことができるようになります。ちなみに僕の場合、引退直前だとミット中の最大心拍が155までなら上げても一切の疲労はなく HP100 の状態を維持できることが分かっていたので、決勝まで自分の HP をなるべく残して勝つために、大会中のウォーミングアップは基本的には最大心拍は155までと定めて行っていました。もしよかったら参考にしてみてください。では続いて4つ目の試合当日のウォーミングアップについてです。
実はウォーミングアップはその日の第1試合の時間、その日の気温、予想される試合数などによっても変わってくるので、簡単にそのあたりもご説明させていただきたいと思います。先ほどお伝えしたようにウォーミングアップは目的を達成しやすくするための手段なのですが、当然それを達成するために試合の時に動きやすい状態にしておくことが必要なので、アップする時間は予想される自分の試合時間から逆算して行います。基本的に僕は試合を迎える時に道着の状態で寒すぎず暑すぎずの状態に持っていくことを基準としていましたが、正直これは季節や会場の空調によって大きく左右されてしまうので、何分ということは一概に言えず体感で調整するしかないので、会場はもちろんアップ会場や試合の控え場所などに事前に行って温度を確認してから時間を調整するようにしてください。気温が暑い時は T シャツなどで体が熱くなりすぎないように調整したり、寒い時期はアップ後に上着を羽織って体温が下がらないように調整してください。たまに昼まで自分の試合がないにもかかわらず会場入りしてすぐにガンガンアップして汗をかいている方がいらっしゃいますが、先ほどお伝えした通り HP を無駄に使ってしまう行為なので、あれはたとえワンマッチの方でも僕はお勧めしません。そしてフルコンタクト空手などのトーナメントの大会に挑戦する方には注意していただきたいのが、もし1回戦の相手が優勝候補でこの選手にさえ勝てれば良いという状態ではない限り、ワンマッチを行うプロ選手のようなウォーミングアップをしてはいけないという点です。特に優勝が目標の方はフルコンタクト空手なら1日に5試合以上することは珍しくないため、それをやってしまうと決勝に行く頃にはエネルギー不足になり、しっかり決勝までエネルギーを計算して勝ち上がってきた選手に勝つことはほぼ不可能になってしまいます。ちなみに僕の場合は引退直前のデータだと全日本の初戦はウォーミングアップを兼ねるという感覚でいたため、1回戦シードで初戦の相手の試合が見れる場合は心拍165以下に抑えて勝つ作戦を事前に立てておき、試合中にこれ以上いくと心拍165を超えるから少しここで今下がっておこうとか、もう少し心拍を上げて体を動かして終わりたいから最後少し手数を上げて終わろうといった感じで、試合中に心拍のコントロールをして次戦に向けたウォーミングアップを試合中に終えるようにしていました。こうすることで1回戦から時間が空きすぎてしまった場合は多少のアップは必要ですが、次戦以降にウォーミングアップで消費してしまうエネルギーを抑えることで試合に全てのエネルギーを集中させることに専念していました。最後5つ目、試合に向けて励む選手に気をつけてもらいたいことですが、簡単にまとめると、自分の体のことは日頃の練習の時から細かく気を使いデータを取って把握しておきましょうということです。これまでお伝えしたように日頃から心拍といった見える数字と自分のスタミナの残量といった見えない数字を数値化して管理しやすくしておくことが大切です。また試合当日のことになると急に日頃やっていることではなく有名選手のルーティンを真似したりする人がいますが、試合当日に日頃の自分と違うことをしてもあの選手と同じルーティンをしているんだという安心感は得られますが、競技や試合数、試合時間が違う場合デメリットも少なくないので、あくまで参考とし日頃から試合当日を想定して自分に合った自分専用のウォーミングアップルーティンを作っていくことをお勧めします。ちなみに今回全く触れませんでしたが、ウォーミングアップの時に試合で使う技の確認や動きの調整など、こういう部分は当然押さえた上で今回の方法を参考にしてみてください。どうでしたか？ウォーミングアップと一言で言っても勝敗を分ける大切な要素であり、対戦相手はいなくともそこはすでに試合の一部なので、ぜひ今回の動画を参考に勝ちにつながる自分専用のウォーミングアップメニューを作ってみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して極真空手世界王者コウケツの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。